入れ墨って中毒性的なことがあって、どんどんこう隙間埋めてったりするともう全身埋まってっちゃうっていう。鬼ほんと好きでもっと入れたいぐらい。脇の下も両方鬼入れて、結局30年近くかかっちゃったのかな、ここに来るまでは。ここに隠れミッキー入れて、チャンスがあれば誰かに探してもらおうかな入れ墨愛好会の主催者です。根本です。よろしくお願いします。入れ墨愛好会参加者健です。よろしくお願いします。入れ墨愛好会は入れ墨愛好者が、親善親睦を深めるタトゥーパーティーです。要は、好きな人が集まってみんなで入れ墨楽しんでる姿を見せ合いしたりとかね。最初は背中の雷神から、それをファーストタトゥー、今から30年ぐらい前、19歳の時ですね、堀市の堀場に初めて行って、でこう図柄が並んでるんですよ。でその中でこういろいろ見てって一番パッと目についてこれだっていう。でいろいろ調べると、雷神っていうのはもともと悪い神様だったの。それが改心して今はいい神様になった。そのストーリーも踏まえて、これかなっていう。僕のなんかはもう本当ここ最近入れたので、やっぱこんだけ年月経ってると、いい意味で、やっぱこう肌に馴染んでてすごく味があると思いますね。こうやって年取るのも入れ墨入れて楽しみなのかなとはすごく思います。根本さん、これはどれぐらいで全身入れられたんですか？時間空けながら結局30年近くかかっちゃったのかな、ここに来るまでは。入れ墨入れようと思ったきっかけって何なんですかね？いや、俺の場合は、不良のおじさんたちを若い時から見てきて、なんだあれっていう、もうかっこよさを見ても憧れから入ってた。不良の方たちの中で、一番かっこいいなって思ったその先輩っていうんですかね、そういう方たちはどんな感じの絵を入れてたんですかね？やっぱ一番今印象に残ってるのは龍とか観音様、観音様が多かったような記憶がある。なんだろうね、もう別にそれ龍とか観音様が嫌だったとかじゃなくて、たまたまこれがいいなあれがいいなってどんどん見てるうちに考え方変わってくるから、特にこだわりなく、俺の場合はその時いいなって思ったものを入れてるような感じ。もともと七分だったんですか？そう、もともと七分で止めといて後から付け足したっていう、こんな感じでやっぱり最初はここで止めて、でやっぱり欲しくなっちゃってここで止めてっていう、どんどん付け足しで全身埋まっちゃってるっていう。やっぱり入れ墨ってちょっと中毒性的なことがあって、で一つ入れるとまた一つっていう、多分結構入れ墨愛好者の中ではあるあるかなっていう。でどんどんこう隙間埋めてったりするともう全身埋まってっちゃうっていう、そういう仲間もかなりいますね。フロントはどんなイメージで入れたんですか？もともと胸で割ってっていうのに憧れてたから、体自身入れたんだけど、やっぱ首元全部入れたい、全身したいなっていうんでここにヘビ入れて、特に首には、入れ墨愛好会のロゴは入れてました。うちの妻の梵字を心臓の上にハートで火で囲って、でここに入れてますね。一番最初の放送はもうこのラインで割ろうと思ってたんですよ。で割ろうと思ってたんだけど、いろいろほら写真集なんか見てると、やっぱ首周りは丼がいいなとか、いろいろ見ちゃうとどんどん決まんなくて、で最終的にここにヘビ入れて、で、全部潰しちゃおうと
だ全部この辺とかもなんだろう、もう付け足しアイテムですよね。左肩は野ざらしって言って自分が好きな図柄なんですけど、やっぱ本当はもうどっかに大きく入れたかったんだけど、まあ入れる場所なかったんで最初のこれだったんで、まあ死んだ方の頭蓋骨を入れて、まあ、お墓ではなく、まあ、その辺にこう野ざらししてあるっていう。特に意味とかもよく分かんなくてかっこいいなかっこいいなって言って入れたもんなんですけど、腕は、まあ、カエルですね。なんかカエル好きなんですよ。でカエルをこうね写真集で見てるとかで、まあ、カエルかわいいなって言って、まあ、両腕にカエルは2匹増やしました。色違いますね、まあ、同じではちょっとつまんないかなと思って、口開いてって口閉じてるので。右肩はこれもなんだろう、もみじが入れたいって急に思い立ってでももみじ入れたいな、どうしようかなって言うんで、まあ、こだわりないんですよ本当に。綺麗にもみじ入れてくれってお願いして、で渦巻きでもみじがこう散って飛んでるような、そんなイメージで。下半身においてはもう本当なんだろう、その時その時にもう、まあ、全身そうなんだけど、まあ、その時その時これ掘っちゃおうって堀石にお願いして掘ったんで、まあ、すごくまとまりがないんですよ。まあ、閻魔大王を入れて、なんだろう、地獄絵図みたいなのが好きで、百鬼図っていうのかな、そういうのが好きで、そういうの見てるうちに、まあ、その鬼だとかそういうアイテムどっか入れたいなって。鬼、まあ閻魔大王入れて鬼入れてみたいな。右足はジョロウグモに般若の顔をつけてもらった、まあ、ちょっとこの怖いイメージの、昔の怖いイメージの図柄が好きなんですね。骸骨を踊らせてみたりとか、なんだ提灯お化けだったり、そういうこう鬼系とか、昔のなんだろう、浮世絵とかにも出てくるような、そういう鬼っぽいものとかも好きで、やっぱりこういろいろ見てって印象に残ってるのが浮世絵じゃないですかね。かっこいいなと思ったのは、なんかその四天童子って言って鬼の神様かな、なんかその浮世絵見て、これ彫ってくれよみたいなお願いして彫ってもらった。鬼ほんと好きで、もっと入れたいぐらい。脇の下も両方鬼入れて、もっと入れたいんですけど、なかなかね彫る場所もなくて、いやなんだろうね、やっぱりその強いイメージかななんとなく、昔話に出てくるね悪者みたいな、やっぱりその入れ墨に入ってったのが不良からだからか、悪者キャラが結構好きっていうのかな、まあ、とりあえず1周目が終わったかなっていう。これから少しずつリニューアルはちょっとずつ考えてて、まあほら単体の図柄は残しながら、今って黒いインクで全部真っ黒に染めて、その上から白入れたりする技術があるんですよ今って。だからそういう、まあ、そこまでじゃなくても、手直ししながらちょっと少し変えられる場所は変えていきたいかな。腕ですかね、許されるなら全部真っ黒にしてみたい。最近まあ流行りだからかな、最近真っ黒が流行ってて、それ見てるうちにこうなんか悪くねえなっていう、その上から何か入れたらかっこいいんじゃねえかな、まあやるかやらないかまだちょっと考え中っていうか、ここ2年ぐらい彫ってなくて、全身仕上がって入れ墨愛好会のロゴを入れたら、そこからは今のところ脇の下が今のところ一番新しい。これもやっぱり付け足し空いてたんで埋めちゃったみたいな。あずみさん、ここに目玉の親父かわいいですね。そうですね、
閻魔大王に怒られてるみたいなまあちょっと子供が喜びそうな、そういうのも好きなんですよ、はい、左腕も隠れミッキー。そうです。ここに隠れミッキー入れて、まあチャンスがあれば誰かに探してもらおうかな不良らしき竜の一枚の入れ墨ももちろんかっこいいけど、ちょっと遊び心をつけて、そういうのもやっぱ好きなんですよね。ユニークさがあった方が自分の中で楽しめる、入れ墨楽しんでるって感じがして、今のところちょっと断念してて、ものすごい痛いんですよ。でも全身で多分一番痛いですね。で今ちょっと断念、心折れちゃって、まあもう一回ちょっと再チャレンジしてみようかなと思ってるんですけど、このままでちょっとかっこ悪いなと思って。痛い割にはやっぱ痛い思いしながら入れてもやっぱ消えちゃうんですよね、そうやっぱ代謝がいいから、抜けてきちゃうっていう、もう一回ひょっとことおかめなんですけど、まあ、ちょっとやり直して人生にもう一回ぐらいチャレンジしようと思ってますね。今ちょっと自分の妻が入れ墨してるんで、まあ、その期間はちょっと完成するまでは動けないんですけど、リニューアル、自分の妻が良ければ頭とか手の甲とかやりたいですけどどうしても許してくれなくてまあだったらまあ服着て隠れる部分のリニューアルはちょっとしようかなと。